不動産屋さんの階段です。これは九州地方の JR 線が走る線路脇の家々にまつわる奇妙なお話です。お話をくださったのは、その線路脇の一帯の住宅街に住んでいた現在60代の女性の方で、仮に松田さんとお呼びします。松田さんの家は JR 線路脇の道路からおよそ20メーターくらい離れていて、松田さんの家の斜め向かいにはおば夫婦も住んでいました。松田さんは子供の頃から成人して働くようになるまでその家で暮らしていましたが、 JR 線路から2、3軒までの隣近所一帯では奇妙なことがよくありました。つまりその狭い範囲の数軒だけになぜか不思議なことがありました。この JR 線では近辺で昔は飛び込みで命を落とす人が多かったということです。そこで不可解な出来事が多いのはそれと関係するかと思われていました。その不可解な現象は松田さんが子供の頃からありました。当時この JR 線では夜中に貨物列車が通ることが時々あったそうです。ある夜、松田さんがふと目を覚ますと、貨物列車がガタタンガタタンガタタンと軽い振動と音を鳴らしながら通り過ぎていました。いつものことで、ああ列車が通っているんだなと松田さんはぼんやり思いました。そして列車の最後尾が通り過ぎると、一瞬にしてあたりはシーンと静まり返ったそうです。すべての家々が寝静まり、物音一つしませんでした。するとどこからかチーンチーンという音が聞こえてきました。子供だった松田さんは何の音だろうと不思議に思いました。しばらく鳴り続く音色を聞いていると、あれはおりんの音だと気がつきました。そしてそのおりんの音に続き、またどこかからお経の何枚だという声が聞こえてきたそうです。それらは鮮明に松田さんの頭の中に聞こえてきたということでした。朝になり昨夜のことを家族に話すと、誰もそんなおりんの音やお経は聞こえなかったということで、松田さんだけに聞こえていたようでした。また昨夜近辺で列車に飛び込む事故があったかどうかも不明でした。なんとも不可解な出来事でしたが、他にもこんなことがありました。それは松田さんがちょうど小学校に上がる1年前のことです。松田さんの家のすぐ近くには大きな古い屋敷が建っていました。子供の足でも1分程度だったので、一人でよくその家の前を通りかかったそうです。するといつもその屋敷の縁側のガラス引き戸は全開で、縁側に一人のお兄さんが座っていました。まだ小さかった松田さんには大きなお兄さんに見えましたが、多分当時中学生か高校生ぐらいの青年でした。その青年はいつも青白い顔をしていて、白地に薄い柄が入った浴衣のようなものを着て座っていたそうです。前を通ると毎回そのお兄さんは静かに縁側に青白い顔をして座っていたそうで、最初はどちらからも話しかけたりせずに軽く会釈をしていたということでした。そのうちいつの間にか松田さんは縁側に座ってお兄さんと少し話をするようになっていました。ほとんど会話にもならない程度で、ただ二人で縁側に座っているという感じでした。そんなある日、その顔色の悪いお兄さんが家に上がっていくと松田さんに聞いたそうです。そんなことを初めて言われた松田さんは子供ながらも驚きましたが、それと同時に何かこのまま上がってはいけないと本能的に感じました。そこで逃げるようにその場から走って帰ったそうです。
松田さんはこのことは親にも兄弟にもおばさんにも話さず、ずっと秘密にしていました。そんなことがあってからは、松田さんはお兄さんの屋敷から足が遠のいていたのですが、久しぶりに前を通ったら、いつも全開だった縁側はしっかり雨戸が閉められていました。それ以来二度と縁側が開いていることもなく、お兄さんを見ることもありませんでした。そして松田さんが小学校高学年になった時です。あのお兄さんのことをふと思い出し、ご近所付き合いがあるおばに、ねえおばさん、あの古いお屋敷に住んでいるお兄さんに会うことある？元気にしてる？と聞いてみました。するとおばの顔がみるみる真剣になり、あの家には近寄ってはいけないよ。絶対来なさんな。あの家にはお兄さんなんかいないから。と言い聞かされました。びっくりした松田さんでしたが、後で分かったことは、あの屋敷にはそもそも若い人は住んでいなかったそうです。松田さんは一体誰と会っていたのか、なぜおばは家に近づくなと忠告したのかが謎でしたが、そのわけは今でも知らない方が良いと松田さんは思うそうです。そんなおばからもこの近隣で体験した奇妙な出来事を聞かされました。そのおば夫婦は松田さんの家の斜め向かいに住んでいました。当時おばはまだ60代で、おじは夜勤の仕事だったので、夜は家にはおば一人だったそうです。ある夜、そろそろ寝ようと戸締まりをしっかり終えて、おばは布団に入って休んでいました。しばらくうつらうつらしていると、突然裏口の方からコンコンコンという音が聞こえてきました。それは誰かが勝手口のドアを叩いている音でした。はっとしておばは、こんな時間に誰だろうとすぐ枕元の時計で時間を確認しました。すると夜中の2時で、こんな真夜中に訪ねてくる人がいるわけもなく、おばは無視して出なかったそうです。朝になれば音の正体は何かが風でぶつかったんだと思い、気にしませんでした。ところが次の夜もコンコンコンと誰かが勝手口ドアを叩く音がしました。時間を見ると昨夜と同じ夜中の2時でした。2晩続けて同じことが起きたので、おばは少し怖くなりました。ところがその次の夜も次の次の夜も夜中の2時になると、誰かが勝手口ドアをコンコンコンと叩いたそうです。おばはさすがにこれは誰かのいたずらか変質者かと思い、ドアを開けることなく犯人を突き止める方法がないか考えていました。無情にもその後もその音は毎晩続き、そして1週間が経った時でした。おばは犯人の真相を突き止める一つの方法を思いつきました。その勝手口のドアの下に細かい砂をまいておいたそうです。誰かが来れば足跡が残るはずなので試してみました。そして真夜中、案の定2時になると、その誰かが勝手口のドアをコンコンコンと叩きに来たそうです。朝になり直ちにおばは勝手口を開けて確認しました。するとその砂をまいた地面には中型の犬ぐらいの大きさの何かの獣の足跡がついていました。紛れもなく人間の足跡ではなく、もちろん犬などではない獣の類の得体の知れないものの足跡でした。結局それが何の足跡なのか誰にもわからなかったそうです。それが魔物か妖怪かわかりませんが、なぜおばの家に来たのか、四つ足の獣ならどうやってドアを叩いていたのか、謎だらけの出来事でした。ただ不思議なのは、その日を境に叩く音はしなくなったということです。この JR 沿線の近所の家々には他にも不思議なことがありました。
真夜中に貨物列車が通過すると、誰かが列車から降りてきて全速力でダダダーッと走ってきて、松田さんの家の玄関の前でピタッと止まり、松田さんのお兄さんが慌ててバットを持って玄関を開けたそうです。すると誰もいなかったということもありました。その一帯の近所でも松田さんの隣の家の娘さんは突然精神疾患になり、ご両親もそれと同時に若くして2人とも病死してしまいました。また反対側のお隣の青年は寝たきりになり、同じように精神疾患になっていきました。松田さん曰く、この線路の沿線の狭い限られた一帯だけがなぜか暗いそうなのです。一部のエリアにだけ集中的に病気や怪奇現象が多発するのは、きっとそこが異道で、そこに住宅が建っていたからで、電車に飛び込む人が多かったのは JR 線が何か関係しているのではなく、たまたま異道に鉄道の線路が走っていたということなのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。